それでは始めさせていただきたいと思います。で、今日はクロードコードを使ったエージェントスキル、ルールの作り方についてお話ししていきたいと思っております。で、改めまして、株式会社スカラーの CEO、コファウンダーの深津と申します。先ほど会社で全のブログも公開したという話だったんですけども、私の方もちょこちょこと気がついたものをブログの方に書いていってますので、もしご興味あれば見ていただければと思います。では早速ですけども、実際にちょっとこれまで私がやってきたエージェントとかスキルですね、どのぐらい作ってきたかっていうのをちょっと数えてみたら100を超えてました。で、どんなものを作ってきたかっていうのをいくつか、ここからちょっとご紹介していきますけども、システム系ですと、スキルとエージェントをまず作るためのエージェントを作ってまして、その他にですね、現行システム調査だとか、リファクタリングだとか、設計のエージェントなんかを作っております。で、変わったところですと、クラウドのインフラのサイジングだとか見積もりするようなエージェントですとか、あとはその技術ブログを読むときの解析エージェントみたいなのも作っています。で、非システム系ですと、GTM を作成する支援エージェントですとか、企業分析エージェントみたいなのがあったりとかですね。変わったところですと、日本語のコーチングエージェントとか、あと知財の分析エージェントとかですね。で、ちょっと後ほど説明しますけど、IT ではないんですけど、物理シミュレーションのエージェントですとか、あるいは自己再現のシミュレーションエージェントだとか、あるいは Google スライドの生成エージェントですとか、あと本当に面白いハムで作ってる漫才のエージェントみたいな、こういうものを多数作ってきました。で、じゃあ実際にどんなエージェント、どんなスキルで、どんなことができるのかっていうのをちょっと紹介したいと思います。で、これはちょっととある商談でやってたもので、ものづくり支援ということで、こんなものを作りたいっていう要求をエージェントに投げると、じゃあこういう条件で、こういう要件で良いですかみたいなことを聞いてきて、それに合わせてですね、要求分析するみたいな、そんなエージェントを作ってます。で、裏側の仕組みはですね、こんな感じでですね、市場だとか法的要件というのはインターネット上の指定されたサイトから取ってきて、で、自社が持っているノウハウとか、材料の情報とか、コストの情報とか、あと過去の実績みたいですね、こういったものは、社内の、ラグシステムを作っていて、そこから取ってきて、それをスキルが解釈して返すみたいな、こんな作り方をしております。で、実際にどんなものができるかというところで作ったものですけども、先ほどの問い合わせをするとですね、要求仕様書っていうのをまず作って、で、そこから要求仕様に合わせて物理モデルを作って、で、実装計画を作って、で、そこから物理シミュレーションを実際にやるために、シミュレーションコードを Python で書くんですけども、その Python コードを実装して、で、分析をすると。そうするとちょっと右側にありますけども、こんな感じでですね、実際の要求に合わせて物理的なシミュレーションを裏側で実行して、その結果を出力して、それをまた分析してですね、ユーザーに対して、こういう要求だったらこんなレンジでこんなものができますみたいな、こんなものを返すみたいなのを作っております。で、ここでのエージェントの役割は、割と商談の早いフェーズだと、お客様の要求が曖昧だったりするので、それを明確化するっていう。で、かつ、不足する情報があれば自動的に質問をして足りない情報を取得しに行きますと。で、要求から仮の要件を作成するために、制約条件となるような物理的な諸条件だとか、あとは過去履歴ですね。こういったものから、除外条件探して要件狭めるっていうことをやると。で、決められた要件の中から的確な物理モデルを選択して、それに必要な分析ライブラリを選択して、その分析ライブラリに必要な入力条件を定めて、で、そこから要求要件から分析条件を入力して物理シミュレーションを実行すると。で、得られた実行結果と自社の持つ知見から考察を展開して遂行して報告書を作成して報告するって、こういったようなエージェントを作っております。で、これら通常ですとですね、何日もかかっている作業ですね。あるいはその社内で何回も打ち合わせしなきゃいけないっていうものが大体20分から1時間ぐらいで終了するような、そういったようなエージェントになっています。で、またこれ日常業務の中でやってることなんですけど、例えば GitLab の情報から報告書を作成するみたいなのもちょっと先週作ってまして、例えば今月の作業進捗を教えてっていうふうに聞くと、GitLab の操作を行ってですね、そこから自動的にそれをして報告書を作るって、こういったものを作っております。で、これが具体的な例なんですけども、例えばこの左側の作業報告書みたいなのももちろん出すんですけども、ここにちょっと問い合わせがあるように、ポストシステムの開発の経緯と現状の状況をまとめてくださいみたいなことを聞くとですね、下の方に出てくるように、そのサマリーが出てきて、こんな風に動くみたいなんですね。ちょっとこれ一回実際にやってみましょうか。今画面見えてますかね。じゃあちょっとこちらの作ったところに移ってみたいと思います。
今、事前にちょっと処理をしたものですね。ここにちょっと入っています。では、このプロンプトにですね、実際に作ったエージェントに問い合わせしたいと思います。先週作業した内容をまとめて報告してください。そうすると、このエージェントが、拾いに行って回答を作ってきます。あ、これはあれですね。違うものを返してますね。一回止めます。GitLab から先週作業した内容を抽出して報告してください。これで今、情報を取りに行ってます。これで今、指定したプロジェクトから取ってくるようになってるんですけども、ここで実際に GitLab 上に入っているイシューですとか、マージリクエストですとか、マイルストーンみたいなものをこう拾っていって、あ、先週がアクティビティなかったですというふうに言ってますね。で、これ見ていただくとコードが動いていると思うんですが、これはGitLab 上のデータを取ってくるためのスキルが実際にプログラムを動かして、Python のプログラムから MCP を叩いてデータを引っ張ってくるみたいなことをやってます。あ、ちょっといなかったですね。ちょっとずっと続いていっちゃうんで、ちょっと戻りします。こんな感じで作ったものに対して、問い合わせをすると返ってくるみたいなことが作れるようになります。で、ここでは実際にちょっと例を挙げてますけども、ポストシステムの開発の経緯と現在の状況をまとめてくださいっていうと、どういう作業が行われているかっていうことがレポートされて、それのサマリーなんかもこう出してくれるみたいな、こんな仕掛けになっております。で、このエージェントの役割は、指定された期間に更新されたエピック、マイルストーン、イシュー、マージリクエスト、ウィキを指定されたプロジェクトグループなすべてに対して取得するような Python のスクリプトを実行するように作っております。で、ローカルに情報の作品を構築してまして、MCP サーバー系で探索できるように構成するっていうことを自動的に行います。で、取ってきたらですね、これを作業内容を分類して、報告書を作成するための情報に整理して、あらかじめ用意された報告書フォーマットに取得した情報をはめ込んで、レポートを作成します。で、さらに問い合わせがあった場合、ローカルに格納した作品から GitLab を検索して回答を行うと。で、こちらの作業もですね、何日もかかってたんですけども、これも大体20分から1時間ぐらいで、報告書を作成することができるような、こういったエージェントを作っております。で、これちょっと直近で作ったものなんですけども、マイクロサービスのコーディングをするためのエージェントっていうのも作ってまして、先ほどちょっとポスシステムの例が出てましたけれども、大体4ヶ月ぐらいかけてコーディングエージェントでモノリスで作ってたものがあったんですけど、これをちょっとリファクタリングするエージェントです。これはちょっと前回、前々回でご説明したエージェントを使ってリファクタリングしますと。で、その結果を今度はマイクロサービスの設計エージェントっていうのを作ってまして、そこに投げ込むとですね、リファクタリングした結果をインプットとして、弊社のスカラー DB を使ったマイクロサービスの設計書の作成を指示できます。で、そこから、エブリーという実はサイトがあるんですけども、ここが公開しているコンパウンドエンジニアリングプラグインっていうのを用いて、計画、実装、レビュー、実施ってやると、約1週間ぐらいでポスシステムみたいなのが出来上がるみたいな、そんなことをやっております。で、これが実際に生成されたプログラムの構成ですね。見ていただくと、オーダーサービス、インベントリーサービス、ペイメントサービス、セールスサービス、それからメニューサービス、レポーティングサービスということで、それぞれマイクロサービス化されて、作られていると。で、その上のレイヤーに、API のゲートウェイとフロントエンドがいて、で、バックエンドに各ドメインごとのデータベースがいて、で、それを監視するためのオープンテレメトリだとか、グラファナだとか、ロキだとか、プロメテウスだとか、こういったものがデプロイされるような仕掛けが作られて、これで監視できるような、そういったようなものが作れると。で、実際に、どういう感じでこの役割を担っているかというと、リファクタリングエージェント自体は、言語システム調査をして再設計するんですけども、その再設計されたものに対して、実際に実装可能な状態の設計まで落とし込むようなエージェントになっています。で、このマイクロサービスコーディングエージェントっていうのは、設計をもとに考慮点だとかレビューポイントというのを詰めながらですね、そこを落とし込んでいくってことをやっていきます。で、ここで実装はですね、この実装エージェントたくさんあるので、今回コンパウンドエンジニアリングプラグインっていうのを使ってるんですけども、ここで計画、実装、テスト、レビューエージェントっていうのを回すと、実装要件を満たすまで繰り返して、実装とレビューを行っていくと。で、従来の AI 駆動開発だと4ヶ月近くかかった実装が約1日ぐらいで終了してまして、今人がレビューするのに約1週間弱っていうことで、4ヶ月が1週間ぐらいになるみたいな、そんな感じの高速化が実現できております。で、じゃあ、こういったエージェントを作るときに考えること、大事なことがいくつかありまして、そもそも何を自動化したらいいのかっていうことを考える必要があります。
で、どういったものをスキルとか、あるいはルールで書いたらいいのかってことを考えていく必要があります。最初に考えるべきことは、似たような作業を繰り返し行っている場合ですね、これはエージェントができるよねと。で、クロードコードの場合ですね、エージェントスキル、ルールフックとかいろんな機能があるので、まとめてプラグイン化っていうふうに呼ぶことにしますと。で、プラグイン化すると作業を効率化というのができますと。で、クロードコードがこれを効率的に行う仕組みっていうのを提供してまして、これをうまく使っているという形になります。で、プラグイン化して自動化したり AI でソフトウェアを作るべきものっていうのはどういうものかというと、法規制だとか、あるいはルールが厳格に決まっているものっていうのは要件が明確なので、そのルールを与えるとほぼ自動で作ってくれるので、こういったものはどんどんエージェント化すると楽になりますと。それから業務マニュアルとか手続きとか手順が決まっているので、こういったものも割と自動的にものづくりしやすいですと。で、あとちょっと完全に確率的ではないんですけど、ノウハウ化されててですね、適用対象によってちょっと微妙に違うだけのものみたいな、こういったものも割とエージェントで自動化しやすいです。で、あと、意外と自動化して作りやすいのが SaaS ですね。SaaS で提供されているもののうち、独自のデータとかソフトウェアだけで実現できないものを除いたものは、ほぼエージェントでソフトウェアが作れるような感じですね。なので、ちょっとこれ余談ですけど、マンション管理組合のなんとかみたいな、こういうサースがあったとしたら、それと同じものを要求を渡してあげて作ってっていうふうに指示すると、大体1日あれば似たようなものが作れるって、そんなイメージになります。で、逆に AI では対応できないものって何かっていうと、機能ではなくて非機能も含んでて、独自のアルゴリズムも必要になるようなソフトウェアですとか、あと公開されているデータとか自分が持っているデータだけでは作れないものっていうのは AI では対応できないので、まず考えるべきことは、2回以上同じようなことをやるとか、あるいはこれ高いなっていうものは、じゃあ例えば自分で作れるかどうかを判断して、作れるものはどんどん置き換えていくことができるような、そんなことが実現できます。で、ただこれやる上で、実は AI エージェントの選択間違えると非常に効率が落ちます。見極め方としては、AI エージェントを提供している会社の開発者自身が自身の提供する AI エージェントを使って開発の効率化に成功しているかどうかっていうところを見る必要がありますと。で、例えば、少ない人数、短期間で機能を提供し続けているかどうかっていうのが結構ポイントになります。例えば、クロードコードを作っているアンソロピック社なんですけども、ここクロードコワークっていう機能を新しく出してますけど、これ10日で作ってるらしいんですね。こういったところの製品っていうのは、非常にエージェントも優秀なので、作りやすいかなと。から2つ目がですね、営業が AI を使って営業してない会社っていうのは、実際の効率化を実はやれてないので、こういう会社のエージェントも実はあまりうまく機能しないので、避けた方がいいかなっていうところですね。それからモデルの性能よりも、ハーネスの使いやすさっていうとの見方と、そのハーネスの機能と、それからモデルのバランスっていうのを見ておく必要があります。で、いろいろ触ってきてるんですけども、今私が触っている中では、クロードコード、コデックス、ジェミニ CLI っていう、この順番で3択しておけば大丈夫かなっていう感じで、で、クロードコードはね、飛び抜けてすごくいいというわけではないんですけども、安定してるっていう感じで、コデックスはレビューにはめちゃめちゃ良くてですね、すごくディフェンシブなレビューをするので、リスクを割と気にする感じのレビューをしてくれます。で、ジェミニは割と楽観的に動く傾向があるので、クロードコードで作って、コデックスジェミニでレビューさせるみたいなことがやると、かなりいい精度のものができるって感じになってます。で、じゃあ実際に、エージェントスキル、ルールっていうのを使うとどんな効果があるかっていうことなんですけども、このエージェントスキル、ルールっていうのは、ある決まった要求に対して適切なツールを選択して、ゴールを満たすように繰り返し実行することができるっていうのが特徴ですと。なので、適切なエージェントスキル、ルールっていうのができると、人がやってる仕事の大半は、この仕事を仕組みに任せることができるようになりますと。で、人がやるべきことは、これらのエージェントたちが実行してきたことが正しく行われるかチェックするだけで良くなるんで、一気に効率化が進みます。で、これも何度かチェックしていくとですね、ここはもう絶対大丈夫だよね、みたいなのが見えてくるので、そうすると、レビューとかも、例えばこの部分は見なくていいみたいなことができるので、そうやって効率化が進むっていう形になってきます。で、じゃあ、そもそも、クロードコードのエージェントスキル、ルールって何なんですかっていうところなんですけども、最初にちょっと私がクロードコードを選んでいる理由からちょっと話をした方がいいかなと思いますので、一つ目は豊富なナレッジが公開されているっていうところで、今のところいろいろ見ているとですね、クロードコードの公式サイトがですね、クロード自身がどうやって効率化したかだとか、どんな風にスキル使ってるかとか、どんな風にルールを使ってるかっていうことが結構公開されてますので、これがやっぱり新しい機能が出てもすぐにアンソロピック自身がですね、こう使ってますよって公開してくれてるので、これを見て割とキャッチアップしやすいというのがあります。
で、それから意外と推論エンジンがどんどん賢くなってるんですけども、モデルの選択がですね、結構意外と難しくてですね、例えば OpenAI とかだと自動で選ぶんですけど、自分自身でコントロールするのが結構難しかったりするので、クロードコードの場合は、この処理はこのモデル使ってっていうことをこう明示的に指示すると、それで動いてくれるので、例えば単純なデータをこうコレクションするような処理とかだと、俳句を使ってあげて早く回したりとか、あと、そのトレードオフがあるような場合には、オーパスを使って深く分析したりとか、そういうこうタスクによってモデルをこう切り替えることができるのが結構使いやすいポイントになっています。で、3つ目がですね、このエージェントチームっていうところで、結構やるのがリサーチフェーズの段階で、エージェントチームっていうのを作って、もう並列でもうパラレルで実行させるみたいなことをやったりとかですね。あるいは出来上がったものをチェックするときに、エージェントチームを使って、異なる視点からチェックをかけるみたいなことは、このエージェントチームっていうのがかなり活躍します。で、あとは今のところコンテキストインゴが1メガぐらいあるので、非常に大きいので、ちょっと重たい処理でも頑張ってくれるっていうところが結構大きいです。で、あと何よりやっぱりいいのはハーネスが強いってところで、ちょっとこの後軽くシステムプロンプトの話もしますけども、システムプロンプトっていうのはすごくよくできていると。で、それからサブエージェント、スキル、ルール、フックってこういう機能が充実している。で、権限管理もしっかりしている。で、あと豊富なコネクターが用意されていて、MCP サーバーも充実しているっていうのが、クロードコードを選んでいる理由になっています。で、じゃあ、これらの機能をそれぞれちょっと見ていきますけども、エージェントって何ですかっていうと、メインのクロードとは別に独立したコンテキストで動くっていうところがポイントです。だから例えば、今メインで何かタスクを処理しているときに、ちょっとこのサブタスクをやりたいですねって言ったときに、同じコンテキストウィンドウの中でやると、トークン消費が非常に激しくなったりだとか、メインのコンテキストがサブのタスクのコンテキストに引きずられたりするので、それを切り離してあげるってことができるような、そんなイメージですね。で、特にタスクの並列化だとか、特定の作業を繰り返しやるとかですね、こういったところに特化するような仕掛けになってまして、で、ドットクロードスラッシュエージェンツっていうこのディレクトリに配置すると、そのメインのクロードコードが必要に応じて呼び出してくれますと。で、必要に応じてコントロール B を押すとですね、バックグラウンドで実行もできるので、作業を継続しながら別のエージェントで調査とかを任せられるっていうのも結構大きいです。で、スキルはですね、ちょっとエージェントにも似ているんですけども、ここはドメイン固有の専門知識をオンデマンドで注入するみたいなことができるようなイメージです。で、クロードがタスクの内容からこのスキルが必要だと自動的に判断してくれるので、この判断が走るとですね、毎回同じプロンプトを書かなくてもよくて、それを自動的にやってくれると。で、これなんかちょっと例えで書かれてたんですけど、マトリックスでネオがカンフーを知っていると習得するのに例えられてて、必要な時だけ知識をローディングして、終わったらこれを開講するみたいなことをやってくれます。で、我々がよくやってるのが、スカラ DB のベストプラクティス集のスキルとして定義しておいて、それを関連する作業で実際に実装するにそれをピックアップさせて、自動ではめ込んでいくみたいなことをやるときに、このスキルを使っています。からルールですね。ルールはスキルよりももうちょっと厳密で、このルールが呼び出されたときには、この常にこの処理をするみたいな、この、ファイルは絶対変更しないとか、そういうすべての会話だとかですね、タスクに横断的に適用したいルールを書きますと。で、フロート MD に書く内容に近いんですけど、ルールとして分離管理できるところが一つポイントになります。からフックですね。フックは特定のイベントが発生したタイミングで確定的なコードを実行する仕組みになります。LLM の非決定的な挙動だとですね、なんかこう、実行されるのかされないのか分かんないみたいなのが結構あるんで、こういうものをフックの中に設定しておくことによって、実際にそのフックが呼び出されると、処理が実行されるみたいな、そんなイメージですね。例えば、マーメイドみたいな図を書くフォーマットがあるんですけど、このマーメイドってたまに日本語だとか予約語が入ってるとバグったりするんですけど、そういったものを例えばフックの中にレビューしてちゃんと動くかどうか検証するみたいな、そういったものを入れると、例えば何か処理が終わったことにそれをチェックして修正するみたいなことができるような、そんなイメージですね。あと、時間を取ったりとかっていうところも、こういったフックを使うとうまくできるのかなっていう感じです。で、簡単に機能マップ書いてますけども、一番左上のコンテキスト管理って言われている CROD.md ですね。こちらとルールは常に読み込まれています。なので、常時適用されるものはこの CROD.md とルールに書いておくみたいなイメージですね。で、クロードコードが何か処理をするときにですね、コマンドで呼び出すっていうのと、フックで呼び出すっていうのがいわゆるユーザーきっかけもしくはイベントきっかけでも行われるものが、この左下に書いておくもの。そして、右上にある動作拡張ということで、例えば、Excel のこのフォーマットを読み取るだとか、あるいは何とかを調査するサブエージェントを立ち上げるみたいなのは右上の動作拡張ということで、スキルとエージェントを使います。
で、さらに外部のサービスにつなぐとかですね。あるいは、コード解析するために、ランゲージサポートプロトコルっていうものを使って拡張するときに、この MCP サーバー、LSP サーバーというのを使って、これらを連携させて、クロードコードをつないでいくと、かなり複雑なことができるような、そういったような仕掛けになっております。で、じゃあ実際に、先々週ぐらいにちょっと作ったものなんですけど、コーディングエージェントフォースカラー DB と今開発をしているんですけど、実際どうやって作ってるかっていうのをちょっとご紹介していきたいと思います。こちらは実際に実装したもので、ちょうど先週作ったものになるんですけども、要件分析、適用判断して、ドメインのモデリングして、スカラ DB の適用範囲を決定して、データモデルを設計して、トランザクション設計して、API とインターフェースを設計して、で、そこからインフラの設計をやって、セキュリティの設計とオブザーバビリティと障害復旧 DR の設計をして、で、実装ガイドを作って、テスト戦略作って、デプロイ、ロールアウトするって、こういう処理を一連でやっていくためのスキルでエージェントを作った時のお話をしていきたいと思います。で、実際に先ほどのポスのお話をしましたけど、このエージェントで設計書を作った後に、エブリーっていう会社が出しているプラグインを使うと、実際のコードが出来上がるという、そういうイメージになっております。で、流れとしてはですね、まず最初に目的を設計します。これは何のために作るんですかって目的を決めます。で、次にその目的を達成できる条件を設定します。で、その条件と目的がちゃんと合致しているかどうかこうチェックして、で、その後、じゃあこの目的と達成条件を満たすために何をしたらいいかという調査を指示します。で、その調査をしたら、それが調査結果で上の2つを満たすような情報になっているかってことをこう辿って、で、満たしていれば、エージェントにスキルだとかルールだとか、こういったものを作るための実装指示を与えます。で、そうすると、エージェントとスキルの実装が始まるんですけども、この時にですね、作り上げられたものが、当初設定した目的の設計だとか、達成条件の設定だとか、あと調査結果に照らし合わせて、正しいかどうかってことを自己レビューさせると。で、そこで、食い違っていれば再度実装を要求して、それが満たせれば、今度はテスト実行とレビューをします。で、ここでは、クロードのルールとかですね、こういったものに基づいて、適合しているかどうかをチェックさせて、テスト実行とレビューを実施します。で、満たしてなければ修正指示を与えて、またエージェントスキルの実装からやり直すと。で、ここが通ったら今度は次にトークン消費量を抑えるために最適化指示というのをやってまして、で、具体的に言うと、それぞれの処理にふさわしいモデルを選択できるように指示を与えるってことが一つ。あともう一つが、エージェントを使わなくても Python とかで表現できるやつは、もうコードに全部変換しちゃいますと。で、変換してあげて、スキルからコードを単純に実行するっていう形をとって、トークンの消費を抑えるみたいなことをやっていきます。で、これが出来終わったら、そのエージェントが動くことを動作確認して、で、最後にパッケージングっていうのをやって、他の人でも使える状態で展開するみたいな準備を始めていきます。今、私のサイトに上げているものは、ちょっとパッケージ化する前のやつを上げてるんですけども、実際に私が社内で使っているやつに関して言うと、マーケットプレイスみたいなものを作って、そこのパッケージをインストールするような仕掛けで作っております。で、じゃあ実際にこのプラグイン開発で私が使っているツール群なんですけども、先ほど何度かお話ししているエブリーという会社が出しているコンパウンドエンジニアプラグインというのを結構活用しています。あと、モノローグっていう、これもエブリィが出してるんですけども、ちょっと軽くご説明すると、エージェントを作る作業やっていくとですね、結構文章を長々と入れなきゃいけないので、音声で入力できるようにしてます。で、音声で入力すると、例えば詰まったりとか言い直したりとかすることが多いんですけども、そうしたときにこのモノローグっていうサービスはですね、言い直したものをちゃんと要求を理解してくれて、正しい文章に直して投げてくれて、こういうようなアプリケーションになっています。それからクロードメモリーっていうものがありまして、で、これはエージェント実行をするときは結構オーパスの深い推論モデルを使うんですけど、たまにコンテキストオーバーして落ちちゃったりするので、そうしたときに、このクロードメモっていうのを入れておくと、続きから実行できたりとかですね。あるいは、実際にエージェントをテストするときに、投げたプロンプトに対して、内部でどういうシステムプロンプトが発行されたかとか、どのスキルを通ったかって見るのに、このクロードメモを使っています。からセレナ MCP はシンボル探索するのに使っていて、で、コンテキスト7はそのスキルを作るときに参照する、いわゆるランゲージ仕様とかそういったものを拾ってくるのに使っています。で、あとこれはちょっと私が独自で作ってるんですけども、スキルビルディングとスキルのレビューイングするためのスキルを作っていて、これを使ってスキルのビルディングとスキルのレビューイングをやると。で、標準でアンソロピックさんが提供しているスキルビルダーがあるんですけども、
それよりもより深くやるように作っているものになっています。で、じゃあ実際にやっていく上で、クロードメムって何ですかっていうものなんですけど、これはちょっと例ですけども、例えばこの左側のプロンプトで、ポスシステムの開発の経緯と現在の状況をまとめてくださいって投げると、これ実はそのままエージェントがこう受け取って処理するわけじゃなくて、右側にあるようにシステムプロンプトっていう形で、こういう処理に変換されていきます。で、ここで変換された処理に基づいて、裏側で実際のオペレーションで、例えば、下ではリード GitLab っていうふうになってますけども、MCP サーバーがコールされて、動いていくみたいな、こんな感じで、実際に自分が作ったエージェントが意図通り動いているかを見るときに、このクロードメモを使うとかなり便利です。で、具体的な実装例ということで、先ほどの ScalaDB× マイクロサービスの実装計画プロジェクトっていうのをやってるんですけども、これじゃあどうやって具体的に作ったかということをお話しします。で、最初に目的設計、達成条件の設定、調査ってこの3つをまとめて指示を与えています。これが実際の指示ですね。で、まずペルソナを定義していて、で、そこからどういう要件を満たせばいいかという指示を書いてまして、で、その要件っていうのが最初にマイクロサービスアーキテクチャの調査をしてくださいってことを言ってて、で、調査の中ではどんな要件を満たせばいいんですかとかですね。機能引きので満たす必要があるのかだとかですね。あるいは API にはどんな種類があるのかとか特徴は何ですかっていうのを聞いていると。で、今回スカラー DB クラスターというのを使ってるんで、このスカラー DB クラスターが有効なユースケースを探索してくださいと。で、データモデルも調査してください。それからデータベースの調査をしなさい。で、インフラの前提の調査をしなさい。トランザクションモデルの調査をしなさい。で、マイクロサービスで分断されたデータに対する統合的なアクセスパターンの調査をしなさい。で、バッチ処理での実装パターンの調査をしなさいと。で、これらの調査を行ったら、調査状況をアットマークドットスラワークディレクトリを作成し、そこに入れなさいというふうに言います。これ、アットマークっていうのは、プロンプトの中で相対的にローカルにあるパスをこう指定するときに使うんですけども、こういったものをやって、ここに作業ディレクトリにファイルを吐かせるようにすると。で、調査が完了したら、クロードコードのエージェントスキル、ルール、アセットなどを、これらどれに実装すべきなのかを調査した上で、実装計画を策定して、マークダウンで保存してくださいと。そうすると、エージェントスキルを作るための計画が作られて、その計画を最後にレビューして、その内容で良ければ、実際にエージェントを作る指示をするという、そんなイメージですね。で、ここで実装計画が作られましたので、実装指示を与えていきますと。で、じゃあ実際に実装指示を与えるとどんな風になるかっていうところなんですけども、こんな感じですね。先ほどのリサーチっていうもの、こういうファイルが作られます。例えば、全体のサマリー、それからマイクロサービスアーキテクチャに関する調査結果だとかですね、スカラー DB のユースケースの調査結果、こういう指示したものに対する対応するファイル群ができるので、これプラス作られた実装計画書っていうのをこう紐付けてあげて、先ほどコンパートエンジニアリングのプラグインがあるという話をしましたけど、ここにエージェントスキルを作るようにプランを作りなさいっていうふうに指示をして、これを回していくと。そうすると、矛盾点がある場合には実装計画自体見直して修正をかけると。で、そこで問題がなければ、スカラースキルビルディングっていうそのビルディングエージェントに投げてあげると、そこから自動的にスキルを作り始めると。こんな感じで作っております。で、そのスキルが、エージェントスキルが出来上がったら、レビューをして、テスト実行して、レビューをして、最適化指示をしていきます。で、ここでは実際にレビュー用のエージェントを作ってますので、スキルレビューイングっていうものに対して出来上がったファイル群ですね。これはエージェントスキルルールのファイル群なんですけど、こういったものをレビューしなさいっていうことをこう回して、で、そこに対してフィードバックをかけて、で、それに対して、フィードバックに基づいて修正をかける。で、これをまたレビューしてっていうことを繰り返して、このレビューの中での指摘ポイントがなくなるまで繰り返しなさいという指示をして、自分自身で分析をさせて自己修復させるということを繰り返していくと。で、こんな感じで作ってまして、ちょっとまとめに入りますけれども、このプラグインを作る際にはですね、目的と達成条件を明確にするというのが結構大事です。で、そうすると、先ほどのレビュー項目とか、そういうところでもうグランドルールが決まってますので、これを満たすまで繰り返しなさいという指示ができるので、ほぼ丸投げして放置してれば出来上がるみたいな、そんな感じになります。で、達成条件が明確になれば、作り方はクロードに調査と実装を任せることができますので、あえて自分がこういうふうに作りなさいみたいな細かい指示をする必要はなくて、こういう調査をしなさい、こういう調査をしなさい、こういう調査をしなさい。で、この観点に基づいて、このゴールを満たすように自分で作り方考えてっていうふうに渡す。そんなイメージですね。で、出来上がったものをあらかじめ用意したチェックポイントにかけて、要件を満たすかどうかを、自己レビュー、自己修復させていきますと。で、これをループにして繰り返して出来上がったものを実行して、実際にどういう動きになるのかを確認して、人によるフィードバックも与えていくって形になります。
で、2回同じようなことをやってたら、プラグインを作ろうっていう、そういう発想になるのが結構大事だったんです。で、ちょっと最後に、じゃあ実際に、作っているこのスキルをビルディングするエージェントの中身をちょっとお見せしますけども、今5つのフェーズに分かれています。で、最初にヒアリングフェーズっていうことで、ここで What, When、タイプ、カテゴリーみたいな、こういうことを聞くようにしてます。で、これに問い合わせに対して答えると、次にデザインフェーズに入って、デザインパターンだとか、ディレクトリの構造だとか、あとはこの辺のマッピングをこうかけていって、で、そこから今度は生成っていうフェーズに入って、スキル MD とエージェント MD を作っていきます。で、出来上がったら、まず自己自身をチェックするためのセルフレビューが走って、で、テストガイダンスに従ってテストをするって、こんな感じでスキルがビルディングされていきます。で、ちょっと面白いのはもう一つですね、このレビューイングっていう方で、レビューの方は、今度は別の観点でレビューをするようなエージェントを作ってて、まずターゲットアイデンティファイアさせて、今持っているチェックリストをこう読み込んで、そのチェックリストに基づいて要求を満たすかどうかチェックすると。で、その結果に基づいて評価をして、で、分類をして、レポートを作って、で、このレポートに基づいてまた修正させていくみたいな形になります。で、参考までに、じゃあリファレンスでどんなものが入ってますかっていうところで、ビルディングのところで言うと、こういうカテゴリーのガイドですね。それからワークフローの自動化だとか、あと MCP のエンハンスの仕方とか、こういうチェックの内容が書いてます。あとデザインパターンですね。ワークフローの作り方のデザインのパターンだとか、MCP のコーディネーションの仕方だとか、あとは繰り返しするようなやり方、こういうタイプごとにですね、どういうふうにスキルを作ったらいいかっていうフォーマットを決めてます。で、実際のディスクリプションのエグザンプルみたいなことを用意していたりだとか、あとインストラクションの実際の書き方の例を書いていて、同じようにエージェントについてもテンプレートを用意して、スキルもテンプレートを用意してと。で、これを見ることによって、スキルビルディングが自動的に走っていくみたいな、そんな仕掛けになっています。で、じゃあ一方でレビューの方は、このチェック観点をこうやってまとめてまして、エージェントの場合には、こういうチェックリストを満たさなきゃいけないですよとかですね。アンチパターンになってませんかっていうチェックをする。それから、このデスクリプションに対するクオリティだとか、あとフォントマッパーということで、実際に提供するフォーマットのチェックだとか、あとインストラクションですね。このオペレーションするためのインストラクションの手順に関わるようなものですね。から、あとネーミングのルール、それから、プログレッシブディスクロージャー、スクリプトのルール、構造のルール、あとテストのルール、そしてレポートのテンプレート。まあ、こういったものを元にクロードがレビューをしていくっていう仕掛けで回っていくみたいな、そんなイメージですね。まあ、こういったものを作ることによって、非常に効率的かつ高速にスキルが作れるようになっているというのが、私がやっているやり方になります。はい。ちょっと駆け足だったんですけども、以上で私のクロードコードの、プラグイン、スキル、エージェントの作り方のお話は終わりにしたいと思います。